哦，这是那个东君，他发现了啊，还能看到 Takopi。这个蝉叫叫了我鸡皮疙瘩直起。哦，别看。タコピーの魔法でマリナちゃんが死んだの。ピー、静香ちゃん、魔法じゃなくハッピー道具。タコピーはハッピー星から来てて。东君吓死了。なんだっけ、ハッピーフルーツが美味しいんだよね。小静以前都不信那些 happy 什么东西，现在都信了。おかしいだろ。何が？何かって意味がわからないんだけど。なんで殺すんだよ。他になんかあるだろ。でもマリナちゃんが。しかもなんで普通に置いて帰る感じなんだよ。問題になるってわかるだろ。東くん、なんだか怖いピーよ。もっとハッピーに。他完全是在看小静的脸色说话。但是东君以前也想帮他的。東くん、でもマリナちゃんは魔法で死んじゃったんだからしょうがなくない？魔法なんかじゃ。魔法だろうがなんだろうが殺人は殺人だよ。久世さんは少年院に入ることになると思う。但是其实严格讲也真的不是小静出手的。それじゃチャッピーに会いに行けない。本で読んだけど罪を軽くするには自首だからすぐ交番に行きなよ。東くん、他にはどんなのがあるの？他？自首じゃないやつ。私本とかわかんないから。東くんは詳しそう。啊，东君。小説なんかだと他人に罪をつけるとか。いや、それはフィクションか。よくあるのは罪を隠すとかじゃないの。定番だろ。そっか。じゃあそれやろうかな。え？少年院に入りたくない。他要见恰比。それをやろうかな。他要让东君帮他吗？どうやるのがいい？いや、それも犯罪だし。そもそも子供だけで隠蔽できるわけが。タコピーの魔法もあるよ。だから東くんが方法を考えてくれないかな。そんなことできるわけが。ねえ、なんでできないの？是他的家里人吗？すぐに捕まっちゃう。だから東くんに助けてほしいの。私友達もいないしママにも頼れない。天呐，小静。他には誰もいないの。東くん、お兄ちゃんはできたの？哦。お願い。東くんしかいない。他想被认可，他想得到这种认可。哦。这也是一种魔法啊！他一直活在他哥哥的阴影下。タコ。これは？あ、それは思い出ボックスだっぴ。名前じゃねえよ。中に入れたものをそのままの状態で保存できて、綺麗な葉っぱとか。大きさ変えられるのか？不会吧？哦不，天哪！快乐的道具全都是变成这种。とりあえずこれでキララ坂を埋める。凶器はタコが体内に隠すと。啊？哦，他用那个魔法变成。哦，他就要去模仿莫莉奈的生活了。くれぐれも家で怪しまれるなよ。全部台無しになる。
話し方バレちゃう。やったい、カッピー。また言ってるじゃん。又是用这种地狱的音乐。就是明明其实很健全的，他们可以一起玩，就是做一些小孩他们本应该做的一起玩的事情，但其实真正做的是埋尸体。哇，这个镜头！这个配色也如此的温馨梦幻。キャバクラが良いのあなたはどうなんです？俺が苦労して稼いだ金何に使おうが勝手だろうが。ただい目に入ったらどうするつもりだったんです。女の子なのに顔に傷がついたら。他这个时候倒是关心他。言ってるだろうが。マリちゃんはあなたに慰謝料。他就一直把孩子当做这种。いつまでも被害妄想垂れやがって非生産的なんだよ。これだから働いたことのないクソ女は。マリナちゃんのパパとママは毎日たくさんお話ししてとっても仲良しだっぴよ。泣けばどうにかなると思うよ。じゃあチャッピー探しに行こう。ああ、いいっぴね。いやだから今すぐは無理だって。チャッピーがいるお父さんのところって東京だろ。子供だけで行くのは大変だ。それに东君真的很认真的在帮忙啊。わかった。よし。いやこんなことしてる時間ないのに。今日はもうさっさと帰って勉強しないと。おい、外で遊ぶなんて珍しいじゃん。クラス哦，这是他哥哥。純也。お前すっかりお兄ちゃんって呼ばなくなったな。東くんのお兄ちゃんだっぴか。但好可爱啊，他们。純也こそ帰るの早いね。ああ、いや、これからバイトなんだよ。母さんのことなんかなだめといてくれる？わかった。小静想去抓那个螳螂吗？必要ないんだよ。お小遣いなんていくらでももらえるのに。ああやって母さんに心配かけて。ソッピー？わざわざ自分の金であのバカみたいな指輪買っておとなしく勉強だけしてればいいのに。誰よりもそれを望まれてるのに。東くん、クゼさん。取っちゃえばいいじゃん。え？指輪。そしたらきっとあの人ショックでバイト辞めちゃうよ。いや、そうはならないだろう。っていうか、それって窃盗。なんていうか、東くんなら
哦，这是一种叫做认可的魔法。哦不，东君。哦。哦，他的魔法已经成万能的了，还带上了那个鱼腥草，所以就看不到了。他哥什么属于叛逆期吗？彼女とお揃いで。哦，やっぱこういうのは自分の金で買わないとじゃ。何を普通ぶってるんだろう。本当は欲しいものなんてなんだって手に入れられるくせに。そうだ、お前それずっと使ってるだろ。次にバイト代入ったらさ、お前にも。但是自己打工赚钱给女朋友买戒指什么的，也还好吧。完了，草掉了。スマホスマホ。窓開いてたっけ？然后叫翅膀，好可爱。哇，飞起来了！啊，不是吧？你魔法怎么能好进？声がしたような。章鱼皮还挺可靠的。東くん、大丈夫だっぴか？哦，どこも痛くないっぴか？そうだっぴか。よかったっぴ。あ、でも指輪取れなかったっぴね。できなかった。残念。じゃあ罰ゲーム。おやつのパンケーキはなしです。お兄ちゃんはいっつも100点だったよ。我慢できるよね。まあまあ。じゃあ次。就是一个破松饼，给孩子吃呗。何二人ともボロボロじゃん。ボロボロだっぴか？うん。终于能放声大哭了，东君。哇，大家傻了，笑
笑死！哦，真的要去东京了，东京啊！画面和音乐最符合的一集，这太健全了。他们要是就这样多好啊！この間東君の家で大変な事実が発覚してしまったっぴ。パタパタ翼は人間だと重量オーバーでチャッピーのいる東京まで飛んでいけないんだっぴ。別にいいよ。そんな期待してなかったから。そうだってか。じゃあ船と新幹線だな。还画了塔可比的小翅膀。道具があるっぴよ。土星犬のジオラマとか。ゴミだな。あとは大ハッピー哇，これはいつでもどこでも。会不会是伏笔？能穿越时空吗？哦，这也太可爱了！哦，塔可比。でもそういえばなんでハッピー星に帰れないんだっぴっけ。結局お前はおふくろの還暦祝いに来なかったわけだ。だって私にも予定があったんです。金にもならない主婦教室だろうが。あなただってキャバクラ通いで家を空けてばかりだったのに。俺が稼いだ哎，我真服了，我要吐了。人の親をここまで邪険にできるとはな。ああ、マリナ。なんだっぴか。マリちゃん、またその言葉遣い。学校で流行ってるのか。マリナが最近明るくなってよかったよ。なのにママはうるさいな。マリナもパパのところに来るか。真剣な話をもう聞いたでしょ。育てる気もないくせに。それって東京のチャッピーがいるっていう。妈妈也很难，但是也不应该。おじゃあマリナも来ちゃうか、パパのところ。そうだそうか、来ちゃうか。やったー。他好像经常有这个动作。ってこないって。ピー、やっとっぴ。東くんに知らせなきゃ。夏休み前に行けちゃうっぴ。やっとっぴ。そしたらきっと静香ちゃんが喜ぶ。マリちゃん、なんだっぴママ。言葉遣い。そうだっぴね。あ、気をつけなきゃっぴ。だってこれからは僕がマリナちゃんとして。这完全就是最开始莫莉奈对待小静的方法，她就是从她妈妈这里学的。你说话的方式不爽，她就直接打。マリちゃん、マリちゃん、わかるよね。マリちゃん、マリちゃん。もうしない。マリちゃん変わっちゃったね。前はずーっとママの味方でいい子でお話聞いてくれたのに。孩子不是做这个的工具，不是为了听你诉苦，陪你打違う違う違う。啊！違うの。マ
あの人は分からなくても気づきもしなくても私には分かる。こんな子はマリちゃんじゃない。あんただけ。やめ。お願いします。マリナを返してください。已经还不回来了。どこの誰だか存じませんが、マリナはお腹を痛めて産んだ大切な娘なんです。就这么打宝贝女マリちゃん、儿。ごめんね。いいママじゃなかったよね。でも大好きだからお願い。帰ってきて。マリナちゃんは静香ちゃんにひどいことをする。でも啊，小生太可爱啊！哦，マリナちゃん、ごめんなさい。マリナちゃんのパパとママ、マリナちゃんじゃなくてごめんなさい。一緒にいられなくしてごめんなさい。マリナちゃん、これ啊，他的屋子。考えなきゃ。僕は何をしちゃったのか。どうする？还能挽救吗？タコピー。これからどうする？但是不解决他们父母的事情，那只会重蹈覆辙呀。ありがとうタコピー。殺してくれて。それで静香ちゃんともう一度お話ししなきゃ。首先就不是谈谈就可以解决的，其次这是大人的事情要解决。如果是只是针对，就是去不断的在小孩子这上面去探讨、去解决的话，本质的问题是没有得到任何的缓解的。完了，他们埋都没埋好，都肯定会被发现的。不过直到这一集最后，张玉批才真正的意识到他自己做了多么恐怖的事情，也是看到目前为止他最有这个同理心，真正的意义上有同理心的时刻吧。虽然这是一个好的改变，但是就是张玉批他想去跟小静谈的这个解决问题的方式，我觉得是不太可行的。而这一集更多就能看出来，就是这个家庭对于莫莉奈这个影响是非常深远的，他却跳过就是家庭这一步，要去跟小静进行沟通，所以他还是没有完全能够理解这个社会、这个家庭的体系这些构造，并不是说往上推一个人，解决掉莫莉奈，解决掉小静，事情就结束就终止了。而且他们所有的这种暴力和恨意都是这样不断的累积形成的。就像莫莉奈妈妈，她把从她在她老公身上得来的这些愤恨都不断的就是发泄转移到莫莉奈身上，然后莫莉奈又将这些所有的恨意发泄在小静身上。而且曾经就是家庭还非常和睦的莫莉奈父母，他们双方的脸都有清晰的在照片和他们的回忆中出现。但是自从他们家庭破裂之后，他们一直脸都是这种感觉是埋藏在阴影之下的，没有露出他们的五官。其实也等同于就是在说他们就是这些无形的帮凶、无形的这个罪祸手。莫莉奈的妈妈也是，就是明明是一个施暴者的这个姿态，但是她却用爱去绑架莫莉奈。当然最开始莫莉奈的父母一定也是非常宠爱着莫莉奈的，这样的爱不断在这种家庭矛盾中变质，最后变成利用。这集其实看到的也是一个非常非常常见的东亚家庭模式，就是东
东君的这个家吧。他有个成绩非常棒的哥哥，所以他妈妈等于说是一直以他哥哥为榜样去约束他，仿佛东就是要去追赶他哥哥的身影一样，一直活在哥哥这种阴影下，他就是完全得不到任何的这种认可，所以呢，他才在小静这里得到了这种快乐的魔法。在这种非常窒息这种家庭环境中，就是东他很多情绪压力都只能自己在隐忍在累积，但他们这种年纪也没法做到像成人一样跟父母这样对等的去沟通去交流问题，他们更不可能去反抗父母，更多的可能就像东这样子去忍住，或者说是小静她也曾经忍了非常非常的久，而莫莉奈则是将这些所有累积起来的压力就是发泄到了他人的身上。我觉得越看这部作品越能发现，其实它的核心并没有只是在霸凌上，霸凌这个议题在这部作品中主要是这个原生家庭这些施暴者的悲剧的延伸吧，而且很多也是反映了这种根深蒂固的社会问题，都是非常难靠外力或者说外界这种帮助去解决的。我也在想小静儿她的爸爸又是为什么去东京呢？我觉得可能大概率这个原因也跟就是莫莉奈的爸爸差不多吧，我觉得他们就是那种比较典型的社会产物，想找点乐子就出去找点乐子了，然后家里还是一个家庭主妇的，也就更不用说就是父亲在这个家庭教育中父爱和父亲教育的这个缺席了。当然了，在他们计策谋划这一切的时候，零个成年人出来有正确引导他们，也多少能感受出来，就是东他的哥哥其实也是一直缺席于每次就是他们的妈妈就是去压力东的时候，就是他可能也只顾自己的事情，是自己的生活吧，就像他有事情，然后呢要让东去跟妈妈报备之类的，就是虽然不知道他们年龄差多少吧，但显然东的哥哥他是没有那么在意弟弟在家里这个情况和境遇的，没有人去真正理解东他的这个心情他的情绪。这集小静真的是很开心，也带着这种白切黑的这种属性吧，尤其是他在怂恿东君的时候，真的是让我看的还挺，我觉得这就是他从上一季结尾学到的，就是如果你有不喜欢的人事物的话，你就让他消失就好了。他把这一经验传授给了东君，他甚至是以一种帮助东君的这个心情，他要去鼓动他去做对的事，因为他就是如此得来的快乐。真的好希望就是他们三个东君、莫莉奈和小静真的能像这集一样，就是一直开心的活着，也不需要张雨绮的任何的道具。每次看这个都超级耗费我的精神力，还好它也就只有6集，再多看几集可能也看不了。那这期视频就要结束啦，我们下期再见啦，拜拜。